はい、今日はあんずのシロップ漬けを作っていきます。梅仕事が終わって、一段落してですね、また何か作りたいなって思っている方に、このあんずのシロップ漬け、ぜひともおすすめします。梅が終わった時期ぐらいにですね、出始まって、だいたい1ヶ月ぐらいですね、生のあんず出荷ありますんで、このチャンスにですね、ぜひとも作ってもらいたいと思います。今日用意する材料は、まず生のあんずですね。これ 500g あります。梅と違って、500g ぐらいでだいたい1パックでね、売られておりますんで、この 500g の目安に今日は作っていきます。で、買う時の注意なんですけれども、あんずは、2種類ありまして、調理用と生食用と2種類あります。で、必ずですね、調理用の方を選んで買ってください。調理用の方はシロップだとか、あんずシロップ漬け、ジャムだとか、調理していく料理に使います。で、生の食味用のあんずはですね、そのまま食べる、そのまま生で食べる、果物みたいな感覚になります。なので、2種類あるんで、それぞれですね、その果肉食べる用の方でシロップ漬けとか作っちゃうと果肉柔らかいし、もう糖度も入ってるんで美味しく作れないんですね。なので、調理するときはですね、調理用のあんず選んでください。売り場に表示がなければ店員さんに聞いてみるなりして、こういうものを作りたいというので、このあんずで適してますかと、調理用ですかって聞いてもらえればね、いいと思いますんで、調理用の生のあんず用意してください。それから今日は上白糖で、やっていきます。透明なシロップ作っていきたいんで、色のついてないもの、グラニュー糖でも構わないです。グラニュー糖か上白糖を用意してください。で、あんず 500g に対して半分の量でいいんで 250g で、大丈夫です。それから今日瓶詰めにしていきますんで、瓶の方用意してください。この回して、口が閉まるタイプですね。ガラスの瓶で、やっていきます。煮沸したりね、しますんで、耐熱のガラスの容器をよろしくお願いします。はい、じゃあこの材料で、作っていきます。はい、まず漬け込む瓶の方ですね、煮沸消毒していきます。これ水から必ず入れてください。お湯から入れると瓶割れちゃう恐れがありますんで、水から入れてください。蓋の方もですね、漏れなく一緒に、煮沸してください。沸騰してから、だいたい15分ぐらい煮沸すればいいかなと思います。で、煮沸し終わった後なんですが、きれいに拭き取ったりとか、乾かしたりする必要ないです。もうこのまますぐ使うんで、水分残っててもそのままにしてください。拭き取ったりすると逆に雑菌とかついちゃうんで、もう煮沸して、した瓶そのまますぐに使うということで、今回やっていきます。はい、あんずの方はですね、先に水洗いをよくしてください。表面の方ちょっとこすってですね、汚れ落としてやってください。別の鍋で、お湯を沸かしておきます。2リッターぐらいあれば足りるかなと思います。割ったあんずをですね、こちらで、少し茹でて煮沸消毒していきます。はい、ではあんずの中の種をですね、抜いていきます。水洗いした後ですね、全然拭かなくて大丈夫です。水ついたままで大丈夫なんで、このあんずのですね、溝ですね、ここに沿って、まず包丁をですね、入れていきます。で、溝のない反対側の部分も、この延長線上でですね、包丁をなぞって入れて、やります。アボカドみたいな感じですかね。で、入れた線、両手で、持ってですね、これを雑巾絞りみたいに反対側にねじってやります。ピュッと。そうするともう簡単に、取れますんで、あとヘタがここにですね、ついてないか確認してもらって、この種が取れた状態で、種を分けていきますね。このくっついてる方もですね、手で簡単にこう取れますから、ヘタがついてないのを確認して、分けていきます。で、この種なんですけども、この種の中にですね、さらに中心部に白い球体が入ってまして、それ杏仁って言うんですけども、香りがすごく、落ちちゃった。香りがすごくいいんですね。なので、その杏仁をですね、できたら、トンカチかなんかで叩いて取り出してもらって一緒に漬け込むと、香りがすごいプラスされて美味しいんで、この種の方もですね、ぜひとも活用してもらいたいと思います。は
はい、じゃあもう一回やってみましょう。この溝の部分ですね、ここに包丁を入れてやって、溝がない方にもこの延長線上でなぞってやります。はい、切れ目の両サイドを持って身をねじります。そうすると取れます。ヘタがないか確認して、種のもう一個の方ですね、もう種を取り除いて、ヘタがないか確認して分けていきます。はい、では沸騰したお湯であんずの方を茹でていきますね。だいたいですね30秒ぐらいお湯の中くぐらせます。色がですね出てくるのと、これから漬けていくにあたった殺菌の意味合いと2通りあります。あとですね、果肉少し柔らかくなるんで瓶の方にもね詰めやすくなります。はい、30秒ほど経ったらですね、ざるの方にまた揚げていきます。この種が入ったくぼみの部分、これを下にしてですね、揚げてってください。じゃないとここにお湯が入っちゃいますんで、これを下にして、揚げていく。はい、揚げ終わったら粗熱が程よく取れるまでですね、常温で置いておきます。はい、では漬けるシロップの方を作っていきます。シロップは砂糖とお水を合わせて煮立たせたものになります。砂糖はあんずのグラム数の半分、今回あんずが 500g でしたので、250g 砂糖が入ります。で、砂糖と同比率のお水、250ml 入ります。これをですね、沸騰するまで煮立たせます。沸騰したらその後ですね、すぐ火止めてください。そのままにしておくとどんどん水分奪われてですね、あと固まっちゃいますんで、沸騰するぐらいでね、ちょうど砂糖が溶けきればいいかなと思います。はい、では粗熱が取れて触れるぐらいになったらですね、もうすぐに瓶に詰めていきます。瓶の方も煮沸したばっか熱々です。で、詰めるときはですね、このくぼんでる方が下向きになるように入れていきます。重なるようにですね、中で、うまく組んでいくというかと上手に入ると思います。なかなか思うように落ちてくれないですね、こいつら。はい、2つの瓶に、入りました。はい、ここにですね、シロップの方を注いでいきます。シロップももう作りたて熱々の状態で入れていきますね。で、蓋が閉まるとこですね、ギリギリまで入れてもらいたいと思います。はい。で、こいつに蓋を閉めれば完成になります。種を割って中から杏仁取り出した方は、瓶の蓋を閉める前にですね、上に杏仁の種の方乗せてやってください。ここから先はですね、長期保存したい人、常温で、3、4ヶ月とか保存できる状態にするために、この瓶をですね、空気を抜いて煮沸っていう作業をやっていきます。で、もしですね1週間以内で食べきっちゃうよって方は、その作業ですねしなくてもこのまま冷蔵庫でね冷やしてもらえばいいと思います。1週間程度で食べきるならそれで十分かと思います。で、この後の作業は常温でしっかりと保存したい方用になりますんで、続けてご覧になってください。はい、鍋を煮沸した大きな鍋にですね、今度お湯をですね半分ぐらい、瓶が半分ぐらい浸かるぐらいのお水でお湯を沸かしてください。で、瓶詰めした方ですね、瓶詰めした方も蓋をですね1回最後までビッと閉めた後に半回転ぐらいこう戻してやって、半分だけ閉まっているような状態に蓋はしてください。まず第一段階として、中の空気を抜く脱気という作業をやっていきます。
で、瓶熱くなるんで、必ずですね、手袋とか鍋つかみとかで、作業をしてください。はい、では鍋の方にですね、半分蓋が閉まった状態の瓶を入れていきます。で、お湯を沸騰させてやって15分ぐらいですかね、加熱してやります。はい、15分加熱したんで、瓶の方取り出していきます。気をつけて、取り出してください。で、ここでですね、半開きだったこの蓋をギュッと閉めます。熱々なので気をつけながらやってください。はい、このギュッと閉まった瓶ですね。これ今一度このギュッと閉まった状態で、この鍋の方に戻していきます。再度ですね、10分間だけ、これ加熱していきます。沸騰させた状態で、10分間やってください。はい、2回目の加熱10分経ちました。もうね、お湯は使わないので火は止めちゃってもらって、瓶の方取り出してください。はい、瓶を取り出したらですね、今度はこいつを逆さまにして、粗熱が取れるまで、置いておきます。逆さにするとここの隙間に空気入ってるのが分かるんですけども、脱気したのに空気入ってるって思っちゃうかもしれないんですけども、これ全然問題ないんで、熱した時にちゃんとですね脱気、空気、新鮮な空気というか殺菌された空気入ってますんで、問題なくこれは長期保存できるようになっております。で、食べる時に蓋をね開けちゃったら今度は冷蔵庫で保存して1週間ぐらいで、食べきってほしいなと思います。これ粗熱が取れたら完成になります。